皆さんご視聴ありがとうございます。 DJ チョミヤです。今回は当時の数々の高度な電子デバイスを搭載したハイパフォーマンスセダン三菱ランサーエボリューション 10 2.0GSR4WD をご紹介します。内外装チェックから肝心の走りまでレビューしていきます。それでは行ってみましょう。 DJ チョミヤカーライフチャンネル。あなたのカーライフをもっと豊かに DJ チョミヤカーライフチャンネルでは車もガジェットも忖度なしの本気レビュー。面白かったら高評価を、見逃したくない方はチャンネル登録、そしてコメントで一緒に語りましょう。三菱ランサーエボリューション10が掲げるコンセプトは、誰もが日常からスポーツ走行までを高い次元で楽しめるプレミアムハイパフォーマンスセダンです。競技での勝利のみを追求するかつてのストイックな姿勢から、より広範なユーザーが最高のドライビングプレジャーを享受できる新世代のパッケージへと昇華を遂げました。今回ご紹介するのは、当時の快適装備を充実させた中心グレード 2.0GSR4WD です。当時の新車価格はツインクラッチ SST モデルでおよそ349万5000円からの設定となっており、本格的なスポーツセダンとしては当時かなり戦略的な価格だったと言えます。フロントデザインの特徴は、三菱のアイデンティティである大きなジェットファイターグリルです。ガバッと開いた開口部がインタークーラーやエンジンを効率よく冷却する機能美にあふれた顔つきになっており、正面から見るとものすごい迫力と威圧感があります。ボディサイズは全長 4495mm、 全幅 1810mm、 全高 1480mm、 オイルベース 2650mm と先代から拡大されており、直進安定性の向上に大きく寄与しています。また最小回転半径は 5.9m です。台形の 24540R18 タイヤを採用している影響もあり、小回りが利きません。日本の都市部や狭い駐車場では少し気を使う場面もあるかもしれませんが、その分ワイドトレッドによる圧倒的なコーナリング性能と堂々とした佇まいを実現しています。サイドに回ってみると、前後のブリスターフェンダーが大きくワイドに張り出しており、ただものではないオーラを放っています。最後にリアデザインです。トランク上部にそびえ立つ巨大なリアウィングが印象的です。一目でランエボと分かる力強さを与えているだけでなく、高い空力性能を発揮します。バンパー下部に構える本格的なディフューザーと左右2本出しのマフラーもハイパフォーマンスセダンらしい迫力ある後ろ姿を演出しています。ランエボ店のエクステリアは単なる派手さの演出ではなく、冷却性能や空力性能に裏付けされた機能美とラリーで培われた走りの血統を感じさせるデザインです。何年経っても色あせない国産ハイパフォーマンススポーツの魅力が細部にまで息づいています。それではいよいよ室内へと向かいましょう。それではインテリアを見ていきましょう。内装のコンセプトは、走りに集中するための機能美。先代までの武骨でスパルタンな雰囲気を継承しながらも、ランサーエボリューション10では日常域での快適性や質感も高められ、ハードコアなスポーツ性能とプレミアムセダンとしての完成度を両立しています。ドアトリムはブラックを基調に統一され、視覚的な派手さを抑えながらドライバーが集中できる落ち着いた空間を演出。アームレストにはスウェード調素材を採用し、スポーティーな質感と心地よい食感を両立しています。走りを楽しむシーンから日常使いまで幅広く応える仕上がりです。そして最大の見どころの一つが、この純正レカロ製スポーツシートです。強力な横 G がかかるコーナリングでも体をしっかりホールドし、ランエボらしい高い旋回性能を最大限に引き出します。シート生地はスポーティーなファブリック系素材を中心に、上級仕様では本革とソフトレザーを組み合わせたレザーコンビシートが採用されました。サポート性は非常に高く、街乗りからワインディングまで幅広く対応します。ステアリングは本革巻きの3本スポーク。太すぎず細すぎない絶妙なグリップ系で、操作時のダイレクト感をしっかりと伝えてきます。そして TC-SST モデルにはステアリングコラム固定式のマグネシウム製パドルシフトを装備。ステアリングを切り込んだ状態でも確実に操作できるため、スポーツドライビング時の信頼性は非常に高いです。まさにドライバー中心設計といえるポイントです。メーターは視認性を最優先した設計で、一瞬で必要な情報を読み取れるレイアウトになっています。特にタコメーターを強調した配置は、エンジン回転を常に意識するスポーツカーらしい演出。夜間は白く浮かび上がるイルミネーションが美しく、機械を操る高揚感を高めてくれます。センターの3連メーターは社外品が装着されており、当時オーナーによるカスタムで装着される車両が多く見られました。ダッシュボードは水平基調で構成され、視界を妨げない低めの設計。
ブラックで統一されたインテリアにポイントで施されたピアノブラックがさりげない上質感を演出し、スポーティーさの中にも洗練された印象を与えています。 TC-SST 専用シフトセレクターが鎮座するセンターコンソールはランエボ店の先進性を象徴するポイント。従来の MT 的な硬派さとは異なり、電子制御デュアルクラッチならではの未来感があります。周囲にはドライブモード切り替えや SAWC 関連操作系が集約され、ドライバーが瞬時に車両特性を変更可能。スウェード調仕上げのコンソールボックスも備わり、質感と実用性を両立しています。後席はスポーツセダンとしては十分な居住空間を確保。フロントのような強いホールド形状ではありませんが、大人がしっかり座れる快適性があります。ブラック基調で統一されたデザインにより、全席との一体感も高く、4ドアスポーツセダンとしての完成度を感じさせます。ランエボ10はただ速いだけのマシンではなく、家族や仲間と移動する日常にも応える実用性を備えているのです。ランサーエボリューション10 GSR の内装は競技車両の DNA を色濃く残しながらもプレミアムスポーツセダンへ進化した完成形。走りへの集中、快適性、質感、先進性、その全てを高次元で融合したまさにランエボ最終世代にふさわしいインテリアです。それでは試乗に行ってみましょう。さあ、それでは出発です。三菱ランサーエボリューション10ですね。はい、行きましょう。これはね、2007年の初期型ですね。10のね。はい。で、実はこれ撮影2回目です。1本目完璧に撮れたと思ったら音声が入ってなかったんで、これ今2回目急遽撮ってます。ちょっとテンション下がってるといったところで気を取り直していきますかね。で、足回りはですね、前がマクファーソン式、後ろがマルチリンクになってます。で、足回りはですね、ビルスタインのショックアブソーバーが入って、アイバッハ式のコイルスプリング、アイバッハのコイルスプリングですね。そしてブレーキはブレンボ製という感じで足回りかっちりしております。こんなに贅沢な足回りで市販車なんですからびっくりですよね。で、さらにですね、そう、これスペックが、直列4気筒の2リッターで280馬力で422ニュートンですよ。2リッターで422ニュートン。化け物です。で、こうやって一般のね、普通にダラーって走ってても、それはよくわかります。アクセルレスポンスがね、はい、すごく素直で、踏んだら踏んだ分だけしっかり、まあ、ガソリン車なんで EV のようなね、ダイレクトさはないですけど、でも、ガソリン車にしてはかなり鋭い反応の速度は速いと思います。で、ちょっとガツッと踏んでいますね。はい、そうするとですね、まあラグが1.5 秒ぐらいあってからターボがガツンと入って一気に加速してくれます。で、シートに吸い付けられます。これね、今ノーマルモードで走ってるんですけど、これがスポーツモードに入れるとさらにね、ダイレクトさが増します。ちょっとね、一般のでスポーツモードちょっと入れてみますね。そうすると今2000回転ぐらいで走ったのが3000回転以上で高回転一気にですね、はい、ロックされます。で、アクセルレスポンスがさらに鋭くなりました。で、シフトダウンする時の音も気持ちいいですね。で、今日はですね、こちらオートマなんですけど、これですね、6速の、ツインクラッチ式のオートマになってます。そう、ツインクラッチですか。はい。もうほんと、走るための車っていう感じですよね。これシートがね、レカロシートで、バッチリホールド性はあるんですけど、視界に関しては、着座位置が低いんで、ボンネットがよく見えますね、みたいな感じではないです。で、このね、A ピラー付近も、結構ね、ここら辺の死角が多いですけど、あんまり気にしないですよね、そういうのはね。で、
これ天井がねアルミ製なんですよ。で車重の軽くするのももちろんですけど、低重心化を測ってます。上が軽いとね、それも重い比重が下に行くので、はい、それで走行安定性も測ってますよね。でこの車ですね、そう SAWC って言ってですね、走る曲がる止まるの制御をですね、統括して行ってるんですね。でその中に AYC、はい、アクティブ用コントロールっていうねシステムが入ってまして、そうこれがねまたすごくてですね、後でちょっとコーナーとかねカーブ行くと分かると思うんですけど、これねコーナリングの時に例えば右に曲がる時に、そうするとですね、今の現代の技術だと内側のタイヤに、ブレーキつまんで曲がりやすくするじゃないですか。これはね逆の発想で、内側の回転数を抑えて外側のね回転を上げて曲がりやすくするんですよ。これねよく例えるとですね、手漕ぎボートあるじゃないですかね。あれで右に曲がるときってオールをですね、はい、外側のオールをよく漕ぐでしょ、書くよね。で内側のって書かないじゃないですか。その原理と一緒です。なので非常にねカーブで旋回性がめちゃくちゃいいんですよこれ。これさっきも言ったけど撮影2回目なんですごかったです。さっきコーナリングの時本当によく曲がるんで、今日っていうか今もまたやりますけどね。でね、こういうカーブとかでも普通の右左折時っていうのかな、カーブじゃなくて、その時もね曲がる感じの余韻がですね絶品なんですよ本当に。でこれ一般道のあんまりいい路面じゃないんですけど、ダイレクトにね路面の入力はねきっちり拾いますよ。でやはりね足回りは引き締まってるというか固めなんで、鋭い入力もたまにはあります。だけどこれ乗り心地が悪いねとかね、そう言ってる車じゃないので、これはこの車の特性に合ってるんで、これはこれでいいと思います。で普段だったらロードノイズがとかねそういう風に言うと思うんですけど、はい、この車なんていうのかな、マフラー音とかエンジン音がいいサウンドしてるので全然気になりません。でブレーキもよく効くことこれ。ただ現代のブレーキみたいに最初からね効いてくれるんじゃなくて、ちゃんとしっかり踏まないと効かないんで、はい、そこはね注意が必要です。さあ高速でございます。アクセルベタ踏みしませんよはい、今ノーマルモードなんでね、ちょっとスポーツモードに入れましょう。はい、スポーツモードに入れました。回転数3000回転以上、3100回転ぐらいで回ってます。アクセルベタ踏みオン。今前にねトラックいたんでちょっとアクセル踏みましたけど、もう一回アクセルベタ踏みオン。はやい。後ろからねガツンときますね。トルクフルな加速感。高速域からでもしっかり加速しますね。気持ちいい。でこういうね緩い高速のカーブですよ。
安定感がこれすごいね。まあ直進安定性もいいんだけど、これ四輪の設置感がね半端ないっすね。ランエボじゃなくてインプの WRX も試乗レビュー撮ってますけど、あっちよりも操ってる感もあるし、走りの楽しさはこっちの方があるんじゃないかな。こっちの方が走りの楽しさありますね。はい。でカーブ来ましたよ。そう、ここすごいのよこれ。ほんとよく曲がるんだよ。ちょっとびっくりするぐらい曲がるから、これ気持ちよく曲がってくれんだよ。で四輪の設置感がすごいから安定感が抜群なの。私もう声が上ずっちゃってるでしょ。それぐらい楽しくて安心できるんだよこれ。これもねアクティブ用コントロールのおかげですよね。 AYC のおかげ。すごいな。そうそう、このねツインクラッチのねこのシステムがすごくて、スポーツモードに入れるとクラッチのね、そう AT なんだけど、この変速がねめちゃくちゃ電光石火のように速いんですよ。本当にねこれオートマでも十分楽しい車。私の中でね、車人生の中でダイハツコペンがねめっちゃくちゃ楽しい車で衝撃を受けた車ナンバーワンなんですね。今でも忘れられないぐらい。それに匹敵するぐらいの楽しさがあるこの車には。でコペンはね若干やっぱりスリリングなところもあるんですよ。なんだけどこれはねそこがね消え去ってて、安心感はねすごいものがあります。安心感の塊。ただ今の SUV とか現代の車みたいな安心感ではなくて、曲げても速度に乗っても安心感がある。まあそれは設置感につながってると思うんですけど、そこが大きいですよね。でステアリングもすごくね、今振るわけにいかないんで高速なんでねあれなんですけど、相当クイックです。でステアリングはね結構反力があって重めです。でもそれぐらいねこれどっしりしてるんで、この車にはこのステアリングがね最適だと思います。ちょっとノーマルで貸してみます。さあノーマルに戻しました。ノーマルに戻すと2500いかないぐらい、500ぐらいかなの回転数に落ち着くんで、音はかなり静かになります。でスポーツに入れてからノーマルに戻すときラグがね 1秒から 1.5 秒ぐらいありますね。でノーマルから今スポーツに入れます。そうするとね 0.3 秒ぐらい、スポーツモードに入れた時の方が素早く入りますね。もう一回ノーマルに戻します。でこういうね空いてる高速をだらーっと走るのも、それだけでもやっぱりエンジンサウンド、マフラーサウンドが楽しいんですけども、これは本当ワインディングとか逆に下道の方がね楽しめるかもしれません。でこれ段差とかね乗り上げて下からの突き上げはもちろんね足固まってるんでありますけど、それでもねボディのね緩みは少ないですね。ボディ剛性すごくいい方だと思いますね。さあちょっとサービスエリアがあったんで一回入ってスポーツモードのちょっと電光石火のねシフトアップやってみますかね。さあ後ろも車来てないし横も車来てないんで前開けてね行きますよ。アクセルベタ踏みオン。はいもう合流なんてやめましたけど、
どうですか、音とか分かりました？すごいっしょ、シフトアップが。ちょっと映像で伝わってるかどうか分かんないけど、シートの吸い付けられ方も、はい、もう280馬力で422ニュートンがしっかり体に入ってきますし、いやー、加速もね、これ2リッターなのに伸びるんですよ。まだまだ全然まだまだ加速するっていう感じ。素晴らしいですね。ほんと顔がずっと笑顔になってます、私でね。このランエボといえばやっぱり忘れてはいけないのがスバルインプレッシャーでしょ。 WRX ね、ランエボとインプで本当に良いライバル関係で、本当ね、好敵手同士で切磋琢磨していい車作ってましたよね。ほら今トヨタがね、秋尾会長ですごくスポーツシーン頑張ってるじゃないですか。トヨタも GR スポーツいっぱい作ったりして、三菱も頼むよ、本当にランエボ復活させてくれね。ランエボとインプで、そしてヤリスっていうね、日本のモータースポーツシーンをね、活気づかせてほしいですよね。この車乗ると本当によくその気持ちがね高まります。さあまたコーナリングすごい曲がるんだから勝手に曲がるって感じですよ、本当に。そう、こういうところね、そう、ここすごい入ってく。シフトダウンの時もの音も気持ちいいっすね。私みたいねヘタっぴにでもその気にさせてくれますね、これ。お、86だ。一般道入ったんでノーマルに戻しましょうか。あ、そうすると気持ちいい賑やかなサウンドが落ち着きましたね。最高に楽しいな、この車。ただね、一応気になる点言っときましょうか。ほぼありません。この車の特性を考えたら、乗り心地がねちょっとヘビーですよとかね、固めですよとか、そういうのが気になる点とは言わないんですよ。一応ね、この市場ではそう車の特性を考えるとあまりないんですけど、ただこれウォッシャータンクとかそういうのも全部ねトランクにあるんで、トランクの狭さはあります。そこはしょうがない。でもまあこうやって普段ね普通に走ってる分にはまあちょうどシートも固めだし、ちょっとねもう1時間半ぐらい乗ってるんですけど、尾てい骨かそうね、骨盤がちょっと痛いかな。お尻がちょっと痛いです。まあそれぐらいかな。まあお尻も鍛えなきゃいけないってことですよ、この車はね。はい、といった感じで本日は三菱ランサーエボリューション10、ランエボですね、試乗しました。いかがでしたでしょうか。いやいかんね、私やっぱりね最近 SUV とか普通の軽自動車もすごくいいんですけど、やはりねこういうスポーツマインドあふれる車に乗らなきゃいけませんね。やっぱ自分を鼓舞するためにもね、心を引き締めるためにも、こういったスポーツカーもうこのね楽しさを忘れてはいけません。
といった感じでかなり興奮しっぱなしのレビューでしたけど、はい、これが気になった方はね、もう新車では買えないんですけど、ぜひね中古で35060とかそれぐらいのいい値段はしますけど、ぜひともねご検討ください。三菱さんお願いします。このランエボを復活させてくれ。そうするとスバルもさらに気合い入れていい車作ってくれるから。といった感じでまた次のいい車でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最高でした。